皆さんこんにちは。腰痛マンです。本日はクライスラーのイプシロンのご紹介です。本当はイタリアのランチアの車ですが、日本では販売チャンネルがないのでアメ車ブランドのクライスラーから販売されました。パワートレインやプラットフォームはフィアット500と同じで、500より上級の小さな高級車としてイタリアでは現在でも月3000台ほど売れています。日本だとブランドのミスマッチと小さな高級車という概念が定着していなかったため、2年で販売終了しました。私としては大いに気になるジャンルの車かつ次期マイカー候補なのでレポートします。フロントマスクです。ついでにトンチンカンの抜け作先生のようなフェイスですが、絶妙にバランスが取れています。レトロな上から蓋をかぶせたようなボンネットですが、そこに最近のフロントマスクを違和感なくつけていて、さすがイタリアンという感じです。現在イタリアで販売されている本国仕様車はフェイスチェンジされています。どちらのフロントマスクも魅力的です。サイドです。ディテールはシンプルですが、各ボディラインがスムーズに交差していてさすがという感じです。特にリアドアノブ部分で美しくラインがまとまるのはフィボナッチ数列をグラフにしたようです。タイヤは意外と大きく16インチです。ホイールはアルミで7つの筒を切り取ったようなデザインです。ホイールキャップは本国仕様だとランチアマークになります。この車のハイライトのリアビューです。初代から続く三角形のテールランプとそれに沿ったバックドアのラインが美しいです。この角度から見たリアスタイルが素晴らしいです。私が今まで見た車の中で最も惹かれたデザインです。ラインの美しさに加えて荷室スペースもしっかり確保されているデザインでよく考えられています。ちなみに映画のダヴィンチコード続編の天使と悪魔でローマの街中を走り回っていた車はこのイプシロンの兄貴分のデルタでよく似たリアスタイルとなっています。街中を爆走するシーンは必見です。ちなみに原作では天使と悪魔がエンジンルームです。立派なインシュレーターがついています。エンジンはフィアット製のツインエアなのですが、クライスラーマークに変更されています。イギリス、アイルランド、日本でしかこのクライスラー仕様は販売されていなかったので、ここまでやるならフィアットの販売店でランチアのまま販売した方が良かったのではないかなと思います。2気筒ターボで85馬力、トルクは1900回転で約15キロ発揮するこのエンジン、フィーリング、サウンド、どんな感じか楽しみです。トランスミッションはフィアット500と同じデュアロジックです。500と違ってレザーブーツで覆われていて高級感がありますが、今どのポジションに入れているかはメーター見る必要があるので一長一短です。バルクヘッドには防音材がしっかり貼られています。2気筒のためかキャビンへの音の侵入に気をつけている作りです。エンジンルーム下にはしっかりカバーがされており、高速道路での走りが楽しみです。フロントサスはストラットでしっかりスタビライザー付きです。リアサスはトーションビームです。リアダンパーの付き方は初代デイズ並みに斜めです。スプリングは中のバンプラバーがフィアット500同様大きく、丸みのある乗り心地が期待できます。ドアを閉めて前席に乗り込みます。1520mm と高い前高なのですが、なぜか頭をぶつけやすいです。開口部が狭いか床が高いかもしれません。このプラチナグレードだとシートはセンターがレザー、サイドサポートがファブリックです。足元は左足のフットスペースを作るためセンターコンソールをえぐっています。シート座面は50センチと長く、ホールド感も良いのですが、私としては体が滑るので座面とシートバックはファブリックにしてほしかったです。ゴールドグレードだとファブリックシートになります。シートはフィアット500と違って全体が上下するタイプで非常に良いです。内側にもレバーがあり、そちらは腰のランバーサポートの張り出し調整ができます。そっちも動画にしたのですが変化が微妙すぎてボツにしました。視界はシート一番上だとボンネットがよく見えます。一番下でもギリギリボンネットが見えます。ステアリングにはチルト調整がついています。調整幅は普通です。ステアリングは革巻きです。年季入っていますが革の感触は良いです。さらにさすが欧州車、助手席もシート高さを調整できて非常にナイスです。後席に乗り込みます。ドアノブはリアウィンドウ後端に隠れています。開口部は広く頭の部分は四角くえぐられていますが、3回ほど頭をぶつけました。この車は床が高い気がします。そして座高90センチの私だとヘッドレスト上げた方が快適です。リアシートも革張りで真ん中のヘッドレストがきちんとついています。座り心地は前席同様です。ただ私の足を見ていただくと分かるようにかなり狭いです。リアシートの座面の長さは40センチと短め、これまで出てきた5ドアの乗用車ではワーストです。足元スペースは27センチと狭め、シート高さは35センチでここは検討しています。シートが短いのが残念ですね。
その分荷室に回しているのでしょうか。席の左右移動についてはセンタートンネルとセンターコンソールが低いので移動はしやすいです。中央席は3点シートベルトで良いのですが、広さ的に非常用ですね。シート下はフィアット500同様、足が結構入るので子供や小柄な人であればちょうど良い空間かと思います。ちなみにリアウィンドウはほぼ全開します。インパネです。先代から続くセンターメーターで左右対称のインパネデザインになっているのが目を引きます。シンプルですがしっとりした質感を感じる内装です。インパネの前面はソフトパッドになっています。久しぶりにここが柔らかい車に乗った気がします。フロントドアもアームレストを包むグレーっぽい部分は全てソフトパッドになっています。で、アームレストポケットがあり、そこにはスマホが縦に置けて、下のポケットには横に置けます。ペットボトルが置ければよかったです。エンジンをかけると途中までのスイープ処理が入ります。スピード、タコ、燃料、温度計とアナログメーターがあります。スピードメーターの刻みが奇数なのでジャパンのロードだと地味に見づらいです。中央のディスプレイは2010年代としては珍しい白文字で、ツイントリップや燃費、シフト位置などいろいろ見ることができます。トリップ切り替えはワイパーレバー先端についているトリップボタンで行います。このボタンの存在に気づくまで時間かかりました。さらにインパネ左側のボタンで液晶を操作して車の設定を変えることができます。日時や液晶明るさ、各種センサー感度など調整可能です。あとはここにハザードや前後のフォグランプ、アイドリングストップオフ、パワーステを軽くするシティモードスイッチなどもあります。この辺りのカオスさはベースになったフィアット500同様ですね。オーディオはボタンにメッキリングがついていたり、大きめのディスプレイがついていたりと豪華です。現行型だとここがスマホと接続できるディスプレイオーディオになっています。エアコンはフルオートです。操作マークは三菱のミラージュに似ています。頭、体、足と送風する場所を決めることが可能で、足を選択するとセンターコンソール横の送風口から強い風が吹いてきて面白いです。エアコンの下には横滑り防止装置とエコモードスイッチがついています。この辺もフィアット500と同様です。センターコンソール下には懐かしのシガーライターがついています。そしてペットボトルが余裕で入る右側と入らない左側のドリンクホルダーがあります。現行型ではレイアウトが大幅に変更されて USB ポートがつきます。サイドブレーキはハンド式です。皮巻きでリアルステッチがついていてナイスですね。グローブボックスは2段式でライト付きという豪華仕様ですが、狭いのでマニュアルを入れておくぐらいしかできないのが残念です。後席を見ていきます。リアドアもソフトパッドを使っていて質感高いです。ただ収納はスマホが入るポケットのみです。ペットボトルはセンターコンソールの後端にある部分に2本置けます。高さは浅いですが下がゴム張りなので滑りにくくナイスです。また運転席、助手席後ろにそれぞれシートバックポケットがついており、結構物が置けるようになっています。てか日本の車がこの辺り進化しすぎている感じです。天井周りはこんな感じでおしゃれなマップランプ付き、後席にも両サイドに照明がついていておしゃれです。荷室を見ていきます。電磁式ロックのようですが、ボタンを押すとなぜかリアワイパーが一緒に動きます。10年選手なので何か不具合を抱えているようです。荷室はかなり広いです。後席が狭かった分、買い物かごを縦横自由自在に置くことができます。リアワイパーの件プラス、ボタンを押してもバックドアが開かない時がありますが、この辺り板車なのでしょうがないです。荷室の下にはパンク修理キットがあります。荷室マットの静音材は非常に丁寧に布に包まれています。このこだわりもまた板車ですね。荷室の奥行きは60センチと長いです。幅は100センチ、高さは84センチです。4メートル未満のコンパクトカーの荷室としては広く、旅行の荷物は余裕で入りますね。リアシート肩口のボタンを押すと倒れます。6対4分割になっていて便利です。倒した際のシートまでの奥行きは110センチ、斜めの長さは147センチです。シートバックが短いのかここは普通のサイズです。そしてフィアット500同様にタイヤハウスにフェルトが貼られています。またバックドアも同様です。この辺りのコストのかけ方は非常に良いと思います。ロービーム、ハイビーム、フォグランプ、ハザード、スモール、ブレーキ、
リアフォグ、ハザード、バックランプ。一般道です。2気筒エンジンですが、バイクのツインのようなドコドコ感はないです。むしろパワーがスーッと出てきて乗りやすいです。乗り心地は7万キロ走っているので参考ですが、段差に対しての最初の動きはやや固め、その後は長いバンプラバーのおかげかまろやかです。ロードノイズは普通レベルです。フィアット500よりは静かです。一方エンジン音はよく遮断されていて、巡航時は音が入ってこなくて良いですね。ブレーキは最初の効きがすんごいです。慣れるまでつんのめるようなブレーキになります。踏み始めで踏みしろを繊細にコントロールすると滑らかに止められます。アイドリングストップのマナーは良いです。ハイブリッドではないですが、停止と始動はスムーズです。ステアリングはノーマルだとやや重めですが、シティモードにするとすっと軽くなります。街中だと便利です。狭い道です。5ナンバー未満なので車幅はつかみやすいです。サイドミラーの下にドアノブが見えるようにすると走りやすくなります。ただベルトラインが高く窓が小さいので大きい車に乗っている感じがします。気になったのはリバースに入れた時です。アクセル踏んでもクラッチがつながるまで時間がかかり、ドンと下がる時があり怖かったです。フィアット500のデュアロジックはそんなことなかったのですが、機構上個体差の大きいトランスミッションだと思います。いつもとちょっと違う山坂道にやってきました。今回上りと下り混合です。カーブはロール大きめでゆったりと曲がります。接地感は十分あり不安はないですが、キビキビ系のフィアット500と真逆でした。これは意外でした。立ち上がり加速はツインエアエンジンはターボだけあって力強いですが、車のキャラ的には NA1.2 リッターエンジンくらいが合っているかもと思いました。デュアロジックの自動変速はフィアット500同様まったり系です。燃費のためか4速以上に上げがちですが、その時に2000回転を下回っていると走りはしますがブルブルとスナッチングします。なのでマニュアルモードで走ります。3速くらいまでを使って走ると気持ちよいです。立ち上がりで2速か3速固定で踏み込むとバルルルルというバイク的な音がして加速します。この音はスポーティーで非常に良いです。さすがイタリア。マニュアルシフトの感じはスムーズです。日本車のオートマほど賢い変速制御ではないので、常にマニュアルシフトで走るのもありかと思います。私は借りていた後半マニュアルシフトで走ってました。このイプシロン、山坂道は普通に走れますが、積極的に楽しむタイプではなかったです。というわけでこちらへ行きましょう。高速道路にやってきました。恒例の60キロから120キロのタイムを計測します。タイムは14秒381でした。乗ってる時はすごく速く感じましたが、結果はルーミーの1リッターターボの3秒落ちでした。自動変速モードだったのでマニュアルシフトしたら1秒くらい速くなるかもしれません。120キロ時は非常に走りやすいです。コンパクトカーですがどっしりとした安定感があり、風が強い日でしたがほぼ影響ゼロで走りました。速度を上げれば上げるほど安定して走ったという夢を見ました。ロードノイズは一般道同様、まあまあ遮音されています。さらに5速巡航に入るとエンジン回転数が低くなって静かになり、風切り音も抑えられているので快適です。100キロ時だと逆に乗り心地が固めに感じてしまいます。100キロ以上で安定する感じが BMW やフォルクスワーゲンと同じで、この辺欧州車の作りなんだろうなと思いました。ベルトラインが高くリアウィンドウ後端が上がっているので、車線変更時やや気を使います。それに慣れればコンパクトなクルーザーとして長距離を楽に走れます。今回280キロ走って燃費は約16キロリッターでした。 0.9 リッターターボでガンガン走りましたが、なかなか良い燃費でした。
さてイプシロンの5段階評価ですが、評価は3、普通です。内外装は凝っていて個人的には5点でしたが、山坂道でのまったり感で4点となり、私の次のマイカー候補としては一旦保留です。そして国産車に慣れた方にはデュアロジックやら細部の作りやら今どこでメンテナンスするのという点で万人受けが難しそうなので3点としました。このイプシロンに惹かれた方は中古で安く売られているクライスラー版を購入するか、少数流通している中古のランチア版または1リッターハイブリッド版が新車で輸入車として購入できるので検討してはいかがでしょうか。新車は込み込み450万円くらいらしいです。わお。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録コメントいただけると嬉しいです。それでは次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。